皆さんこんにちは。今回は世の女性の憧れ、年下男性との恋を描いた韓国ドラマ6作品をご紹介していきます。このチャンネルでは登録者1000人を目指して頑張っています。気に入っていただけましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行きましょう。最初に紹介するのはイムスジョン×イドヒョン主演のメランコリアです。通念と偏見を超えながら描く数学よりも美しいラブストーリー。不正の温床である名門私立高校を舞台に数学の天才と女性教師が出会い、数学により心を通わせ合い、スキャンダルの渦に巻き込まれながらも年月をかけその問題と2人の関係を解いていく美しきロマンス。名門校が集まるカンナムにあるアソン財団名門アソン高校。しかし実際は理事長の長女のジョンア教務部長を筆頭にあらゆる不正と恩恵がはびこり特別待遇の百貨店状態。そんなアソン高校にある一人の教師が赴任する。数学の成績が一流大学の合否を決めるこの時代に、各種数学コンテストの最多入賞者を輩出している華やかなプロフィールを持つジユンスだ。そんな彼女の目に入ってきたのは数学を愛しながらもあるトラウマからその愛する数学から目をそらして生きる一人の男子学生、数学の天才ペクスンユだ。2人は数学により心を通わせていくのだが、それにより英才学校化するという夢に邪魔が入ってしまったのジョンア教務部長の仕業により人生が狂わされてしまう。そして4年後2人は再会を果たし、互いの方法で過去の問題を解き明かそうとしていたのだが、天才的な頭脳を持つイドヒョンが一途に教師を思い続ける姿にときめきます。次にご紹介するのはロマンスは別冊付録でです。人気俳優のイ・ジョンソクが初めてラブコメディに挑戦し、イ・ナヨンの9年ぶりとなるドラマ出演が話題となった作品です。突然夫も家もお金も全て失った37歳のカン・ダニーナ・ヨンフンは、結婚前の素晴らしい経歴を生かして再就職を試みるが50回目の面接さえ落ちてしまう。寝職を解決するために身の弟同然の出版社編集長ちゃうのイ・ジョンソクの家に家事手伝いのふりして転がり込んだダニ。そこで出版社の業務支援チームの新入社員採用広告を目にし、上司と部下という関係で同じ職場で働くことになる。もともとイ・ナヨンの大ファンだったイ・ジョンソクが熱烈な演技を繰り広げています。次にご紹介するのは人気トップ女優ソン・ヘギョと世代の女性たちを引きつけてやまないパク・ボゴム主演のボーイフレンドです。チャスヒョンは有名政治家の家に生まれ、何不自由なく暮らしてきました。大学卒業後は財閥の御曹司と結婚するも、夫の浮気が原因で離婚。慰謝料として受け取ったホテルの代表に就任し、わずか4年で業界トップへ成長させます。しかし財閥の元嫁、政治家の娘という肩書きは常に彼女につきまとい続けました。そんなある日、スヒョンは出張先のキューバでキム・ジニョクと名乗る青年に出会います。2人は楽しいひとときを過ごし、ソウルへ帰国後運命的な再会を果たすことに。偶然にもスヒョンのホテルに就職し、ありのままの行為を彼女に伝えるジニョク。一方のスヒョンは立場の違いに悩みますが、彼の純粋さに心を許し始めるのでした。純真なパク・ボゴム演じるジニョクがいやおうなしに汚い大人社会の渦に巻き込まれていくのが見ていて胸が苦しくなります。次にご紹介するのは世界中でも大ヒットしたソン・ヘギョ&チャン・ギヨン共演の今別れの途中です。ファッションデザイナーであるハ・ヨンウンは誰もが憧れるキャリアウーマン。仕事一筋、出世を目指して日々奮闘していた。一方、自由な魂を持つフリーランスファッションフォトグラファーのユン・ジグク。業界でもピカイチのセンスと才能を持つが、関心のある仕事しか受けない。プサンでファッションショーが開かれ、2人は出会い熱い夜を過ごす。名前も聞かぬまま別れた後、ソウルで再会を果たすと、ヨンウンは上司であるチスクのお見合い相手がジェグクであることを知る。互いに惹かれ合うものの、
簡単には踏み切れないヨンウンと心のままにヨンウンへアタックを続けるジェグク。しかし2人の間には感情だけでは乗り越えられない、まだ終わっていない別れの物語が続きます。少し見ていてじれったくなる作品です。別れようとしなくていいのになとつぶやいてみたくなります。次にご紹介するのは、よくおごってくれる綺麗なお姉さん。30代女性をリアルに描き、綺麗な無なお姉さんシンドロームを巻き起こした年下男子との純愛ストーリー。本作で初主演となったチョン・ヘインは大ブレイク。国民の年下男子と大ブレイクを果たします。親からは結婚をせかされ、職場でも理不尽な目に遭っていたユンジナソン・エジン。破局した恋人に二股をかけられていたことも判明し、彼女は人生のどん底に。そんな時に再会したのが、20年越しの幼なじみで弟同然のソジュニ、チョン・ヘインでした。姉の親友、そして親友の弟という立場に戸惑いつつも、2人は惹かれ合っていきます。ジュニが慎重に、時には大胆に接近してくることに戸惑いながら距離を保とうとする彼女。しかし、彼に対する感情は抑えきれず、越えてはならない一線を越えることのリスクを理解しながらも、彼女も感情を抑えることができなくなります。チョン・エインにあんなに押されて落ちない女性はいないと思います。そしてソン・イェジンが美しすぎます。最後にご紹介するのは、ある春の日にです。大ヒットドラマよくおごってくれる綺麗なお姉さんの監督と脚本家が再びタッグを組み、国民の年下男子と呼ばれ大人気のチョン・ヘインとスター女優ハン・ジミンが初共演した彼氏持ちのヒロインと訳あり薬剤師のうっとり切ないラブストーリーです。図書館の司書として働くジョンウン、ハン・ジミンは結婚適齢期の35歳。4年間付き合っている彼氏の義足キム・ジュン・ハンとはあまり会話もなく周りから結婚をせかされますが、踏み切れずにいました。そんなある日、友人41歳と家飲みをした翌朝、二日酔いでフラフラのジョンインは出勤前に近くの薬局に立ち寄ることに。そこで薬剤師として働いている次男チョン・エインから二日酔いの薬をもらい、飲んだ後財布を忘れたことに気づきます。薬代を立て替えタクシー代までくれた次男に、携帯番号を聞き口座番号を教えてほしいとメールしますが、返事がなく不快に思うジョンインは仕方なく薬局まで行くことにします。そこで次男からもう一度会って話したかったと言われ食事に誘われますが、礼儀知らずだと一喝します。その後、偶然にも何度も再会する2人。次男は思い切ってジョンインを誘い、素直に気になっていると自分の気持ちを伝えます。ジョンインに彼氏がいることが分かり、さらにその彼氏が同じバスケット仲間だと知った次男は、なんとか気持ちを抑えようと。そしてジョンインもまた次男を知れば知るほど惹かれていきます。若干、よくおごってくれる綺麗なお姉さんの2番煎じ的なところから脱却できていない作品ですが、十分胸キュンさせてくれる作品です。日本のドラマでは魔物、魔女の条件、中学生日記などが年の差恋愛を楽しめると思います。いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。